2024年の統計で、出生率は台湾で 0.72、韓国で 0.85、シンガポールで 0.95 を記録しました。これは生物学者が指摘する、絶滅への第一兆候かもしれません。単なる社会問題ではなく、進化の観点で見れば、繁殖本能が機能不全に陥っているという重大な警告なのです。ですが、この現象が本当に興味深い理由は別にあります。真の問いは、単に出生率がなぜ下がっているのかではありません。生物としての最も強力な本能である繁殖が、なぜ私たちの体の中で止まってしまったのか、そこが本質なのです。ニュースやネットを見ていると、少子化の原因は政府の失策や補助金不足だと言われることがよくあります。そのため、これまで多くの対策に膨大な予算が投じられてきました。そうすれば、出生率を人口置換水準と呼ばれる 2.1 まで戻せると信じていたからです。ですが、ここには致命的な誤算が隠されています。政府が巨額の予算を投じたにもかかわらず、出生率は回復するどころか 0.7 台にまで急落しました。つまり、従来の社会的な対策では、太刀打ちできない強力な生物学的メカニズムが私たちの生を支配しているのです。ですが、本当の物語はここからです。地球上のあらゆる生命は繁殖し、次世代を残すために生まれてきます。それが最も根源的な生物学的本能です。しかし、この本能が機能しなくなったということは、その種が置かれた環境に深刻な絶滅のサインが現れていることを意味しています。その兆候の背景には、極端な都市集中とストレスがあります。多くの若者が仕事とチャンスを求めて大都市へ押し寄せましたが、そこで待ち受けていたのは、息苦しいほどの高密度な環境でした。人口密度が生態的な限界点を超えると、私たちの脳はこの場所を安全な住まいではなく、生存を脅かす極めて危険な領域だと認識し始めるのです。その結果、新兵は生存のためにエネルギーを極限まで節約する防御モードに入ります。その過程で性欲が抑えられ、パートナーとの距離が開く、セックスレス現象が急増するのです。なぜ進化はこれほど残酷なシステムを設計したのか。その答えは非常にシンプルで明確です。生存さえ危うい環境で無理に繁殖を強行すれば、結局は資源不足に陥り、親子ともに破滅してしまいます。言い換えれば、繁殖の本能を抑えている現状は、種の絶滅を防ぐために脳が自ら作動させた本能的な防御メカニズムなのです。実際に韓国の正宗、セジョン氏の事例を見ると、この原理が明確にわかります。公務員が安心して子育てできるよう設計された、この計画都市は、国内最高の出生率を記録しました。興味深いのは、補助金を目当てに住所だけを近隣都市に移しながら、実際の子育ては、インフラの整った清掃市で行うといった、極めて合理的で計算高い行動パターンまで観測されている点です。ここで注目すべきは、単なる子育て支援金の額ではありません。生命体が、その生息地の安定性をいかに敏感に測っているかという、本能の問題なのです。この本能のルールを理解すれば、私たちが直面している序列化の秘密まで、すべてがつながります。なぜ私たちは、これほど他人と比較し、格付けし合ってしまうのでしょうか。生物学的な視点で見れば、それは人間も、社会性動物としての本能を、色濃く受け継いでいるからです。チンパンジーのアルファメールや、鶏のツツキ順のように、社会性動物は、集団の安定を保つために、必然的に序列を作る生き物なのです。明確な序列があるのは、食事や交配のたびに、命がけの争いを避けるためです。しかし、急激な都市化が、この本能を最悪な形で刺激してしまいました。狭い空間に何千万人もが密集したことで、私たちはかつてないほど過剰な情報と互いの生活が筒抜けになる環境に直面しています。隣の家がどのくらいの広さか、どんな高級車に乗っているか、子供はどの大学に行ったか、こうした情報が
常に可視化されています。これは、かつての農村社会の共同体を離れ、急速に都市化が進む中で現れた、最も奇妙な行動の変化でした。実際、かつてのシンガポールでは、格安の中古車に高級車専用の店のアンテナを張ることが大流行したんです。遠目から高級セダンに乗っているように見せるための必死の見栄だったわけですね。生き残るための序列意識は、ネット社会と過密環境にさらされたことで、残酷な比較競争という罠に変貌しました。毎朝、息の詰まる満員電車で他人に揉まれているとき、私たちの本能は、ここは繁殖に適した環境ではないと警鐘を鳴らしているのです。さて、この行き止まりで、私たちはどのような選択をすべきでしょうか。政府は、巨額の予算を投じ、出生率を以前の水準に戻すと断言していますが、専門家たちの見方は冷ややかです。一度 0.7 台まで急落した数値を再び引き上げるには、明確な限界があるからです。気の遠くなるような努力と時間を費やしたとしても、短期間での回復は不可能に近い、というのが現実です。ですから、過去の失敗した法則に固執するのではなく、パラダイムを根本から変える、質的成長戦略への転換が必要です。ただむやみに数を増やすのではなく、今いる人たちがより高い生活の質を享受し、大きな付加価値を生み出せるよう、社会の体質を改善していくべきなのです。ある世界的な経済学者は、これに対し、非常に明快な答えを出しています。デンマークやフィンランドのような北欧諸国は、人口わずか数百万人でありながら、世界で最も豊かで安定した暮らしを実現しています。彼によれば、私たちも少ない人口で、十分に反映できると言います。その鍵は、教育と訓練システムを根本から改革することにあるのです。今の経済は、労働力という数に頼っていますが、これからは、一人一人の価値を最大化する教育が不可欠です。この現実を賢く捉え、少ない人口でも高い効率を生む社会を築くこと。それこそが、進化の観点でも、最も優れた生存戦略と言えるでしょう。もちろん、生物学的な大きな謎もまだ残っています。脳内でオフになった繁殖本能のスイッチを、一体どんな刺激が再び入れるのか。密度を下げ、ストレスを減らすという大原則は分かっていますが、巨大なコンクリート都市で、サピエンスが真の安心感を得るための精緻な条件は、まだ解明されていないのです。都市の構造を変え、生活のペースを調整したとき、私たちの体に刻まれた進化のセンサーは、そこを安全な生息地だと認めてくれるでしょうか。その答えは、都市の生態系を完全に作り変えた後になって、ようやくわかることなのかもしれません。今日は、なぜ人間は最も強力な本能である繁殖を、自ら封じ込めているのか、という問いから始めました。明日の朝、息苦しい満員電車に揺られたり、SNS で他人との比較や競争にさらされたりしたとき、一度だけ思い出してください。今起きている少子化や意欲の減退は、単なる意志の弱さや怠慢ではありません。狭いケージに閉じ込められた動物のように、過酷なストレスに直面した社会性動物が生き残るために選んだ、精巧で悲しい進化の適応行動なのです。このお話は、単に出生率をどう上げるかという答えではありません。進化が数百万年かけて体に刻んだ無意識の警告システムを直視し、今こそ生き方を変えるべきだという生物学的な真実についての物語でした。結局、真の問いは、どう結婚や出産を強いるかではありません。この窮屈な社会で続く比較と序列の連鎖を断ち切り、いかにして一人一人の人生を尊重する豊かな社会へと進むべきか。それこそが今私たちが問うべきことなのです。知らなくても困りませんが、知っておくと少し世界が広がる。そんな知識をお届けしたキュリでした。